おはようございます。たかしです。本日は6月18日火曜日、ただいま9時18分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は金曜日のこの陰線と同じサイズの陽線になってきております。金曜日の陰線がこれですね。そしてヒゲの部分は除くんですが、このローソク足の実体部分だけを比べますと同じサイズになってきてますね。金曜日の下げに対して昨日の上昇が強かったのがよくわかります。現在基本的には GMMA の青帯が上向きで上昇トレンドなんですが、ここの高値 200.5 というこの過去の高値がずーっと意識されておりますね。昨日の上昇も結局はこの 200.5 を超えられておりませんので、本日ここを上抜けてくるのかどうかというところに注目です。現在はここダブルトップ、日足のダブルトップでの下落になるのかというところで、金曜日は比較的下げてきたんですが、月曜日にその下げを戻しておりますので、上抜けてくる可能性、そしてここから再び本日下落方向に動く可能性の両方を考えておきたいです。ここから下落方向に動くのであれば、この辺ですね、198円ぐらいまでは下落すると考えておりますので、現在地点から198円ぐらいまでの下落になるのか、それとも 200.5 を上抜けてさらに上昇していくのかっていうところに注目です。インジケーターは弱いんですよね。MACD もストキャスティクスも弱いので、これだけを見ていると、昨日は上昇してきましたが、本日は再び下落方向に動くのかなという風にも見えてきます。では4時間足です。金曜日の最終で長い下髭を出していたんですね。昨日も同じように一度下落したんですが、長い下髭を出して上昇してきております。現在4時間足の GMMA は横ばいですね。トレンドがない状態です。大枠ではこの黄色のボックスの中で動いておりまして、このボックスの下限、上限、そしてセンターラインが意識されておりますので、これを抜けた方についていく、もしくはこの中でのトレードという考え方ですね。現在ストキャスティクスは高値圏、そしてボックスの上限に差し掛かっておりますので、本日はここからボックスのセンターぐらいまで 199.8 ぐらいを目指して下落するのかどうかっていうところを見ておきたいですね。基本的には GMMA の青帯横ばいですので、上がったり下がったりという方向感のない動きをするっていうのが現状ですので、まずはボックスの中、現在ですとボックスの上限からの下落をイメージしておく。上抜ければ直近の高値の 201.5 ぐらいまでの上昇を考えておくと、エントリーのポイントが分かりやすくなりますので、まずはこのボックスとセンターラインを書いておいて、その中でのトレードか、それを抜けた方についていくっていう考え方でいると分かりやすいと思います。そしてこの黄色のボックスを描いた時に、トレーディングビューは設定の中にミドルラインっていうのがあるんです。それがこのセンターラインになりますので、そちらを設定しておいて、そしてこの上限、下限、そしてそのセンターラインのところにアラートを仕掛けておくと、トレードするタイミングまでチャートをずっと見続けないといけないっていうことがなくなりますので、アラートを設定しておくと、その通知が届いたところで初めてエントリーを検討するっていう考え方ができますので、よかったらアラートを有効活用してみてください。トレーディングビューはアラート無料で使えますし、トレーディングビュー自体も無料で登録ができますので、またご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきます。では1時間足です。昨日の動きかなりわかりやすいですよね。1時間足を見ているとすごくわかりやすいと思います。例えば金曜日もそうですが、先ほど4時間足で言っていた黄色のボックス、そこに今上限と下限のところに黄色のゾーンを描いておりますので、このゾーンが抵抗になってくると考えておいてください。金曜日はそのゾーンからの反発上昇、そして昨日も一度下落をしてきたんですが、このゾーン付近からの上昇になってます。そしてセンターラインで昨日も一度反発してますよね。一度反発して上抜けはしてますが、意識されているのがよくわかります。そして現在はそのボックスの上限付近にありますので、一度下落をしておりますので、ストキャスティクスも高値圏ですし、本日は一度 GMMA の青帯ぐらいまで下落をしてくるのか、そしてそこからの上昇になるのか、もしくはセンターライン付近まで下落をしてそこからの上昇になるのか、イメージで言うと GMMA の青帯でサポートされて上昇して上抜けしてくるという、こういう動き方が一つ、それから一度センターラインぐらいまで下落してそこから上抜けていくという、こういう動き方が一つ、このような考え方を持っておくといいかもしれません。もちろん今大枠ではレンジですので、当然センターラインを下抜けてくることも考えられますので、下抜けてくると昨日みたいなこういう感じですね。一度センターラインに来れば反発すると思いますが、そこから再び下抜けるという、こういう動き方もイメージしておくと、どこでトレードする、どういう風な形になればトレードするかっていうのが分かりやすくなると思います。
では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からですね。ドル円も昨日は陽線なんですね。ただ金曜日がこれ、上髭の陽線、ここですね。長い上髭の陽線だったんですが、この金曜日の陽線をまだ抜けられていないんですね。昨日はローソク足は陽線なんですが、金曜日のこのローソク足の中に今いる状態ですので、ちょっと本日も分かりにくい動きをしてくるかもしれませんね。基本的にドル円はこの158円という高値が意識されておりますので、そこを今抜けられるのかどうか。抜けられないのであれば一度下落をするでしょうし、抜けられれば次は160円を目指して上昇していくという考えておりますので、まずは158円、昨日の高値付近ですね。そのあたりを明確に本日は抜けられるかどうかというところに注目です。では4時間足です。昨日はじりじりと上昇後、最終的には下落をしてきておりますが、4時間足 GMMA の青帯は上向きですよね。ですので基本的には下がったところから買っていくという押し目買いの考え方でいいと思います。昨日の動きを見ていると、GMMA の青帯付近まで一度押しをつけてからの大きめの陽線、そこから上昇していったんですが、158円というこのオレンジの水平線、158円付近に引いてあるんですが、そこが意識されて昨日は下落してきているというところです。なので本日も一度押しをつけるのであれば GMMA の青帯付近までの下落、そこからの再上昇で158円を上抜けるかどうか。もちろん現在地付近今下げ止まっているかも感じますので、ここから再上昇していって158円を目指してくるということも考えられますので、まずは158円をしっかり上抜けるかどうか。この金曜日の動きみたいに上抜けたんだけれども、次のローソク足で全戻しされるみたいな動き方をしてくるとダメなんですが、しっかりと上抜けて158円でサポートされて再上昇できるのか、こういう動き方ですね。こんな感じの動き方をしてくると、そこからの上昇の流れには乗っていきやすくなりますので、まずはそれを待ちたい。もしくは GMMA の青帯付近まで一度下落してからの上昇になるのか、その場合は158円を超えられずに再び下落していくのか、超えてくるのかっていうところを本日は見ておきたいですね。4時間足ストキャスティクス比較的高値圏にありますし、マクディも上昇モメンタムが弱まってきておりますので、そう考えると一度下落方向、GMMA の青帯付近までの下落は想定しておくのがいいと思いますが、まずは現在地付近から上昇していけるのか、それとももう一段深く下がってくるのかっていうところを見ておくといいと思います。では1時間足です。4時間足では中途半端なところで反発しているようにも感じましたが、1時間足を見ているとこの GMMA の青帯、そしてこの黄色のゾーンですね。以前から言ってますようにこの黄色のボックスの中で動いていて、このボックスを上抜けても黄色のゾーンが上値抵抗になりますよっていう話はしておりました。ちょうどこの昨日の動きなんかを見てもそうですよね。金曜日もそうですが、ここ黄色のゾーン付近まで来るとやはり売り圧力が強くなるんです。で、昨日も前半上昇したけれどもすぐに抑えられた。そして最終的には上抜けしてきて、現在上抜けたので次はこの黄色のゾーンがサポートに変わるかどうかっていうところを見ているところですね。1時間足の GMMA もありますので、現在地付近がサポートに変わればここからのもう一段上昇で、まずは昨日の高値まで158円ぐらいまでの上昇、そして158円を突破してくると、この直近高値、金曜日の高値の 158.2 付近が意識されて、そこを超えてくるとまた再び160円を目指すような動きになってくるのかなと思いますので、本日はまずこの黄色のゾーンがサポートになるかどうかを見ておいて、サポートに変われないのであれば再びこの黄色のボックスの中に戻してくる可能性、もしくは先ほど4時間足で言ったように4時間足の GMMA ぐらいまで下落してくる可能性がありますので、その辺の動きは見ておきたいんですけれども、現在地付近でサポートされて上昇するのか、現在地付近からもう一段深く入ってきて4時間足の GMMA ぐらいまで下がってくるのか、ちょうど4時間足の GMMA がこの辺を走っているんですね。ですのでこの黄色のボックス下限付近まで下がってくる可能性はあるんですけれども、黄色のゾーンから反発するのか、黄色のボックスの上限から反発するのか、黄色のボックスの下限から反発するのか、その辺を見ておくとエントリーポイントが分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があればお早めにご登録をお願いします。
また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。